皆さん、こんにちは。日本語教育コンサルタントの総川です。今回も、2021年2月21日号の日本語教育ライブを始めていきます。で、ニュースが盛りだくさんなんですけども、1月13日に、緊急事態宣言が11都府県に拡大されました。それに伴い、新規の入国ですね、ビジネス客の入国が止まりました。で、これによって日本語学校であったりとか、技能実習生関連のところが、もういよいよ苦境に立たされました。なので、再開されないと、4月にどっと入ってくる新規留学生だったりが見込めないので、ちょっと業界的に苦しいところに立っているというところです。はい、で、次に1月21日付の発表で、国際交流基金の、JFT ベーシックというテストが国内でも実施されるということになりました。これは特定技能1号の日本語能力要件を、認めるかどうかの試験なんですけれども、去年はずっと海外でトータル1万5千人ぐらいの受験者があった試験なんですが、入国が止まったり、ね、再開したりしてますので、国内でいよいよ実施しようということになって、全都道府県の主な主要都市120都市ですか、で開催される予定のようです。今年3月から開始というふうに報道されています。で、次、同じ21日で、朝日新聞の報道で、帰れぬ実習生1000人超が無職という報道がありました。で、このニュースは全部概要欄のところにリンクを貼ってますので、ご興味あるものは全部飛んでいただければいいんですけれども、一応政府が特例で、転職を例外的に認めたり、そことのマッチングをしたりしてるんですけれども、やっぱりそんなすぐにはみんな就職できませんので、もうどん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 在留の期限が切れていく。でも国には飛行機飛んでないとか、入国認めてないとかで帰れない人が増えていっているという現状です。で、これも同じ21日の記事なんですが、二重国籍を認めないのは合憲であるという判決が出ました。で、日本は二重国籍を認めていない国なんですね。で、大体今、世界の7割ぐらいの国が二重国籍を認めてるんですが、日本はマイナーな方の立場なんですね。だから例えば、テニスの大坂なおみ選手なんかは、もう日本国籍を選んだわけですね。で、例えば、お相撲のモンゴル人力士なんかは、日本国籍を取ると、モンゴル籍を出ないといけないということになります。で、次、1月25日に、日本語教師の資格に関する協力研究、協力調査研究協力者会議ですか。これの第2回目が実施されました。で、これオンラインで公開されてたので、私も見てたんですけれども、やっと、去年の第1回目の会議から半年以上経って、話が進んだというか、予定が分かったというところが収穫だと思います。で、令和5年度に、試行試験みたいなものをすると。で、令和6年度から本格施行ということなんですが、これうまくいった場合のタイムスケジュールです。まだまだ先に伸びる可能性はあります。言い換えると、今年と来年は今の資格制度でいくということですね。なので、公認日本語教師になるにしても、3年後からということになります。で、会議見ていて2点ほど私思ったんですけども、1点目が、文化庁なりに有識者をバランスよく集めたとは思うんですが、まだまだ多様性が足りないなと。今、いろんなところで多様性話題になってますよね。で、例えば、元日本語学習者の立場の方で、今は教える立場に立ってる方なんかがもっと入ってもいいと思いますし、もっとフリーランス教師だったりとか、日本語教育 YouTuber が一人ぐらい入ってもいいのかなと思ったりもしています。で、あともう一点が、あの、意見が一つ出て、3年後の実施の時の社会情勢に合わせた制度にしなければならないというのがあったんですが、これ最もです。最もなんですが、私はこれでは足りないと思っていて、10年後の社会にも耐えうる制度を今作っておかないといけない。この10年で教育業界、日本語教育業界、うんと変わると思いますので、そこを先読みして、今のうちにそれに耐えうるものを作っておいていただきたいというのが私の願いです。
で、次ですね。1月31日付の記事で、はい、学校の車は夜の弁当工場へというものがありました。で、これ長野の専門学校で、学校が送迎車を出して、お弁当工場にこう学生を送り迎えしてたんですよね。で、その学生たちが、不法就労ということで制限超えてアルバイトをしていたために、こうビザが延長できなかった、はい、帰国しなければならなかったっていう経緯があるんですが、これ割を食ったのは学生なんですが、学校にも一定の責任があると思います。はい、おそらく直接間接的に、はい、不法就労っていうのは把握できていたと思いますので、はい、で次です。2月1日に緊急事態宣言が延長になりまして、今、これを配信している段階だと3月7日までの予定です。で、冒頭のお話で、これがどうなるかによって、新規入国の再開とも関わってきますので、はい、結構、ギリギリのところに私たち立っていると思います。で、次、同じ21日に、ミャンマーでクーデターがあったという報道です。で、これ、今も混乱が続いてるんですけれども、おそらくもうミャンマーに教えに行くとか、日系企業が新たに進出するっていうことは考えづらくなって、ただ同時に、ミャンマーを出る人がかなり増えてくると思うので、先々日本に留学に来るとか、技能実習で来るみたいな人は増える可能性があると思います。で、次が2月15日。はい。ワクチンがようやく国内で接種が始まったということで、医療従事者から始まり、4月に高齢者の予定ということです。で、もしかしたらこの先、海外にこう出るときに、PCR 検査に加えて、このワクチンの2回の接種が入国の条件になるようなことになるかもしれないので、はい、こう基礎疾患のない人なんかはだいぶ先に接種がなるので、ちょっとまだ、あの、学生募集だったりとか、セミナーとかで海外に出る機会は、先になるのかなという、そういう所見です。はい、で、次ですね。昨日になります。2月20日に入管法の改正案が閣議決定されました。で、これは、例えば、不法滞在なんかで、オーバーステイなんかで、今だったら最長5年間、日本に再入国ができないものを、条件によっては1年に縮めるだったりとか、あと今、難民申請をこうすれば、こう無期限にあの滞在ができるんですけど、それが2回目までと、3回目以降は申請受け付けないよみたいな形で案があるんですが、これ、おおむね出入国在留管理庁の権限を強化するという方向性です。で、これ、東京入管の施設でクラスターなんかが今発生している状況でして、もし入管が間違った方向にこう向かっているとしたら、それをさらに後押ししてしまう改正になるので、ちょっとこれは良くなるのかどうかはわからないところです。で、それよりも、野党が出している対案の方が優れていて、例えば、ちゃんと外国人の身柄交流も、裁判所の令状を取ってからするようにしよう。これ、世界基準です。それに合わせようということだったり、最長の交流期間を6ヶ月にしようと。で、それ以上長引かせないっていうふうに案が出てますので、ちょっとこれをぜひ取り入れて、正式に法律通していただきたいと思っています。で、あとは、令和2年度の文化庁日本語教育大会がウェブで動画を配信する形になってますし、で、今年度の日本語教育能力検定試験ですね。はい、これも2月中に、はい、詳細出すということだったんですけども、今、ホームページを見ますと、決まり次第公表ということになってますので、ちょこちょここれも見ておかれた方がいいと思います。で、次ですね。質問のコーナーなんですけども、即レスはした方がいいですかという質問にお答えしようと思います。で即レスっていうのは、こう仕事のメールだったり、こう連絡が来た時にすぐ返すってことですね。はい。で、私これ絶対必要だと思います。これができないと、こうビジネス相手として認めてもらえなくて、いい仕事が来なかったりもしますので、原則これはすべきだと思うんですね。ただし、私は、いわゆるオフィスアワーですね。平日の昼間はするようにしているんですが、夜間であったりとか、週末に関してはしていません。はい、よっぽど緊急でない限りしていません。なので、そこで
ちょっとプライベートというか、そういうものも持っているという現状です。はい。で、こうやって即レスを当たり前のようにする人という認識でいてもらうことで、あまり気の乗らない案件とかそういうものがあったときに、あえて即レスしないっていうメッセージの発し方もできると思うので、そういう考え方もあるかなと思います。はい。で、次におすすめ書籍なんですが、ちょっともう背景に使ってますし、私もちょっと一部背景と一体化してしまっているんですけども、はい、4年ぶりに完全攻略ガイドの、はい、第5版改訂が出ました。で、私も少し手伝っている内容なんですけども、はい、最新の教育事情だったり、検定試験にこの数年間出題された問題なんかが反映されてますので、ぜひ今年の受験だったり、あとアップデートですね。はい、そういうものを望まれている方は、これまでの版をお持ちであっても、大幅リニューアルですので、ぜひぜひお買い求めいただきたいと思います。はい、ちょっと手前味噌になりますので、これぐらいにしておこうと思います。では、こういった形で、はい、次回の配信予定は3月の14日です。ホワイトデーですね。であと、概要欄のところに過去のアーカイブだったりとか、いろいろ、情報を上げてますので、また合わせてご覧になってください。では、今日も貴重なお時間頂戴しました。ここまで見ていただいてありがとうございました。これで失礼します。